羽田空港に来てまーす。今ね、旦那さんが今日から北海道出張なんで、車で送って、今から私は帰るとこです。なんか混んでるな急に。皆さん元気ですか？どうですか最近。なんかさ、もうさ、結構春だよね。なんか結構あったかい日が増えましたね。なんか雨とか降ってたけどね、あったかい日が増えて上着を着なくていいことがとっても嬉しいです、私は。いやね、いやすごいことがあったんだよ。インスタ見てる人はもう知ってると思うけど、昨日の夜マオン家にいたの。マオン家で、夜ご飯一緒に食べようみたいな感じだったんだよね。でなんか何食べよっかみたいな携帯見ながらなんかこう喋ってたら、ママから LINE が来て、何かと思うじゃん。したらなんかやばいよ、吉本バナナさんが、作家の吉本バナナさんが作家の吉本バナナさんがなんか私と妹のことをブログに書いてるみたいな。何の話って思うじゃん。何の話が起きてるんですかっていうか、ブログ読んだら本当になんかこう1年前ぐらいから私のことを見てくださっている、私たちのことをこうなんか何かのきっかけで見てくださってたみたいで、この YouTube も見てるらしいんですよやばいよね。これも本人が見てるかと思うとちょっとマジで何にも言葉が出ません。いやだってさ、いやなんかそもそもの話として誰かに自分のことを書いてもらうみたいなことってさ、インスタとかでもちろんみんな書いてくれるのもすごい嬉しいし、いつも私はこうなんか取材とかこう自分のお仕事させてもらうときに、文章をすごく上手に書く人、自分が文章を書くの好きだしさ、読むのも好きだしさっていうのもあってさ、こう文章を書くことを仕事、なりわいとしている人、プロフェッショナルな人がすごい好きなの。やっぱすごいなんか憧れるし、すごい憧れがあるし、そういう素敵な文章を書けるっていうことに対して、まずそういう人とお仕事することはすごく自分の中で最高にこう幸福な瞬間なわけですよ。そういう人に話を聞いてもらって、そういう人にこう自分のことを書いてもらうってすごく幸せなことだから、自分の中でなんかこうそういう仕事があるたびに、私はなんかこう旦那さんとかにそういう人に文章を書いてもらえて、すごく素敵な文章ですごく嬉しかったみたいなこととかをなんかよく言ったりするんだけど、吉本バナナさんじゃないですか、話は。いや吉本バナナさんなわけじゃないですか、それを書いたっていうことが。いやまずびっくりですね。言わしてもらうと、いや私さ、本読むの好きじゃん。もちろん吉本バナナさんの本なんてもんは読みましたよ。もちろん読みましたよ。中学生ぐらいの時かな、の時に読んだ本で一番覚えてるっていうか、内容とかそういう話じゃなくて、なんかこの本を読んだなっていう記憶ってなんとなくあるじゃん。中学生の時にこれ読んだみたいな。まさに吉本バナナさんの作品をジャケ買いした記憶があるんだよね。中学生の自分にすごい響いた作品とかもあったりとかして、だからもうすごい驚いて、とっても驚きました。まず一つ目驚いた。すごい話長くなりましたが、私が今までなんかこういう風に人が思ってくれたらいいなって思うようなことを書いてくれてたから、なんかもうすごい嬉しくて、もうすごい嬉しかったね。とにかくもうすごい嬉しかったし、そうだね、本当に書いてもらったその内容のことに関してもなんかこうすごい言いたいこととかはすごいいっぱいあるんだけど、それはそういうこともあるんですよ。人生は素晴らしいですね。で今日は何をするかというとだね、今日は今から帰るじゃん。帰って打ち合わせがあるんで11時から。で今日はマオとビープルっていう
はコスメキッチンのお店の展示会っていうのか、展示会行って、まあその前にご飯食べてとかしよっかみたいな感じでですね。でーん。めっちゃんそのオイス好きなんだよね。そう、昨日クッキー焼いたんですよ。もう食べちゃったけど。ちょっと前になんかモデルの仕事で一緒になった別のモデルさんのキャサリンさんっていう人と一緒になって、ベーキングマスターいっぱい焼いてる人なんだけどね。なんかこうインスタになんかこうレシピとかをこう載せてくれてて、これは載ってないやつだわ。こう日本語でもちゃんと載せてくれてるから、これ見てほしいんだけど、これで焼いたクッキーがマジでもうびっくりするぐらいうまいわけ。でも12時間以上寝かせないと美味しくならないらしいんだよね。一回作ってみようと思って焼いたの。チョコレートクッキーを焼いたんだけど、その時はこういう感じで画像を置いときますけど、でそれですっごい美味しくて、で美味しかったらみんなにもシェアしようと思ってたんだけど、もう美味しすぎて何にも取らずにまたもう一個作ったの。だからこれを今からちょっと焼きたいと思います。でこれはそう昨日の朝かな、作ったかな。180度に予熱ナウです。いやーね、これね本当にねびっくりするぐらい美味しい。これですわい。まずもう見た目がいいじゃん。まずこの見た目がもう最高だよね。あ、やべやべやべ。まずクッキーが本当に好きなんですよ。どんなクッキーが好きかというと、もう結構もう本当にしっかりもうイースト系しっかりもうびしょびしょのクッキーみたいな、もう硬さとかゼロみたいな、硬さとかもいらないみたいな。そもそもなんかグルテンフリーとかビーガンとかそういうののこういう焼き物っていうかなんていうの、自分のこう好みに合うような、それこそ注意なクッキーがあるかって言われたらないのよ。見た目もそうだし、なんか日本にあるそういうグルテンフリーとかビーガンみたいなのとかってすごいさ、優しい、なんかベージュみたいな、決してなんかこう毒々しい見た目はしてないし、こう食欲をこうすごいかきたてられるようなものってなかなかないと思うんだけど、これは本当にマジですごくて、マジで超注意クッキーなわけ。このレシピは皆さんぜひ試してみてください。本当にびっくりするぐらい美味しい。一番好きなクッキーの種類はって聞かれたら、チップスアホイの赤いパッケージのチューイのやつ。それをもうアメリカに行ったらもう4箱ぐらい買って帰ります。お土産用と自分用とで。アメリカに住んでた、サンフランシスコに住んでた頃、それをもう1日で1箱とか自分で1人で食べてたね。食べてました。クッキー焼いてるけど、まあ私打ち合わせなんだよね。打ち合わせだからちょっと準備します。オーブンやってる間に準備します。このベイビーズたちをいってらっしゃい。失敗しちゃったかもしれない。失敗したっていうかちょっと大きかったわ。うわー最悪。うわー最悪だ。破壊された。ちょっとこの2つは破壊されましたが、こういう感じに焼き上がっております。ちょっと失敗しちゃった。なんか柔らかいからさ、やっぱ熱いうちに動かすとさ、こういうことになりますから気をつけてください。はいでー。これよ。これだよ。これを。なんかまじいつも背景がめっちゃ汚いよね、うちって。こちらですね。こちらです。この
厚さとかは結構理想に近い。割ってみましょう。ぜひ割ってみましょう。うわ。いや、どう考えてもチョコレートを入れすぎてる。チョコレートを入れすぎてることは確かではある。それは確かだわ。それは確かだけど、まあこのしっとり具合はもうたまりませんね。これはもうぜひ全員に作ってほしい。マジチョコレート入れすぎ。ずーっとチョコレート。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ、仕事しよっかな。今週末ね、なんかね、仕事でね、なんかね、ヤシの木の販売場っていうところに行くんだよね。ヤシの木の販売場で撮影なの。楽しそうだよね。しかもここだけの話っすよ。ポルシェが見れるらしいんですよね。ポルシェをこう間近でこう見させてもらう。吉本バナナさんと DM したんだけど、どういう人生。ああ、本当に仕事しないといけない。マジで。3月は4分です。ちなみにフイナムアンプラグドにランニングプレイリストっていうのを作ったんで、もしよかったらあの人のランニングプレイリストっていうのでやります。ありがとうございます。ありがとうございます。健康でいること。準備するわ。ちょっと準備します。はい。ジャケットにしてみた。今日は。ちょっと、せっかくね、お出かけするってあんまりないですから。これは新しいバッグです。見て、ランチじゃないけど見て。ブリオッシュフレンチトーストとシナモン。それ麹町じゃないの？麹町から5本。いや、こっちから来たっぽくない？あ、違う、こっちから来たわ。こっちから来た。方向音痴 VS 方向音痴。駐車券をなくしました。ちゃんは駐車券をなくしてしまい、駐車場の人に9000円って言われちゃったんだよね。マジチーンすぎ。ってあんの？あんな黄色いのにな。そんなことってあんのかな。カード使えますか？本当にムカつく。本当にムカつく。本当に皆さん気をつけてください。本当にさ、どういう意味？本当にどういう意味？あれちゃう、そういうこういうちっちゃいことで悪いことをそう済ましてる。そう済ましてる。9000円で済んだからよかった。そうだね。死んでないしね。死んでない。こういうのが多分麻薬なんじゃない？もしかしたらそういうことちっちゃい麻薬。ちっちゃい麻薬すぎ。まず3月のちっちゃい麻薬は9000円の。昨日吉本バナナさんの確かにそうやね。吉本バナナさんの分のちょっとなんかみたいなやつ。一発食らっとけよっていう。そうないいことばっかちゃうでっていう。なんか毎日人生の昨日はさ毎日頑張っててほんまによかったねっていうそうなんかそういう話をしてたのに調子乗んなよっていうことが次の日に現れるっていうなんかしょうがない人生を楽しんでおりますね。人生はそういうもんだしいやこれで本当に気を
抜くなよってことだと思う。いやーもう裏めっちゃさ注射券っぽくない？確かに注射券っぽいこれが暗闇にあったらさ、確かにこれじゃんってなる。出たらストレイキッズの方出てきましたけど、シナ、まあじゃあマジでうまい。いやでももっと美味しくできると思うんだよね。うん、美味しいよ。いやもっと美味しくできる、絶対にもっと美味しくできる。一日何回グレーのスウェット着替えるんですか芸人ね。さっき着てたやつはコーヒーこぼしました。さっき真央が帰って今からまた仕事します。今からまた仕事をします。アウトロを撮るのを全く忘れたまんまこのブログを撮りましたが、今編集が終わっていつも見てくれてありがとうございます。6000人以上の方がチャンネル登録してくれてます。猫も喜んでます。いつも見てくれてありがとうございます。コメントも読んでます。ポジティブな気持ちになるコメント欄です、いつも。じゃあまた来週会いましょう。じゃあねー。